こんにちは、あおぽんです。オレゴン州への夏休み家族旅行シリーズの第3弾をお届けする番ですが、パパの動画編集が全然追いついていないので、今日はそちらは一休みということで、今回は最近週末に行ってきたアウトドア家族キャンプの様子を代わりにお届けしたいと思います。アクシデントがありましたが、キャンプ場で落ち合う形で普段から親しくしている近所の友達やファミリーも同じキャンプ場に集まりました。途中予期せぬアクシデントがありましたが、最後まで動画を楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、皆さんこんにちは、そうたろうです。ご機嫌いかがでしょうか。今週末は、キャンプに来てます。近くの、家から2時間半ぐらい山の中に来てます。どんな景色かというとですね、ちょっと景色をお見せします。今ハンモックをしてて、こんな風に真下は小さな川が流れてます。今お昼ご飯ができるのをハンモックに乗ってジョジョ君と待ってます。お昼ご飯食べた後にこの、クリークですね、この小川をずっと登っていくトレイルがあるので、トレイルの方に今から遊びに午後行きたいなと思ってます。ビザの件の近況なんですけども、端的に言うとその後、進捗は全くありません。今パームの手続きを DOL 労働省の方にしてるんですけども、その結果が本来ならば9月頃には、8月末とか9月頭には出るというふうに聞いていたんですけども、やっぱりコロナの影響で手続きが遅れていて、今手続きをしているのがまだ4月分に申請されたものを手続きしているそうなので、自分たちは6月に申請をしたので時間がかかってるっていう状況です。なので、早ければ来月11月、遅ければ12月頃にはパームの結果が出ればなと思ってます。で、パームの結果が出れば、無事通れば手続きを進められて、なんとかグリーンカード取得までにはいかないんですけども、グリーンカードの手続きを始めるということで、就労ビザのステータスから移民ビザの方に切り替えるということをしたりだとか、そういう手続きを踏むことでアメリカの方には滞在できるというふうになってはいます。ただいずれにしても今進めているパームの結果が出ないと就労ビザのステータスが切れてしまうので、出ない場合は2月に一応国外に出なければいけないという状況になります。なので今願うところは一刻も早くパームの結果が出るところです。それまでは今できることはもう何もないので、のんびりというか少しそわそわしながら期待して待ちたいなと思っています。ジョジョ寝ちゃいました。ジョ太郎さんチャンネル登録まだの人はしなきゃダメだよ。マイマイはトイレか。はい、皆さんこんにちは、そうたろうです。あおぽんです。あおぽんです。週末にキャンプに来ています。今回来ているところは、とってもおすすめのところなので、場所を言いたくないんですけども、このパパライオン動画を見てくださっている皆さんには特別に話しちゃいます。ここの場所の名前はハーキークリークパークといってですね、オレンジカウンティからだいたい2時間半ぐらいで着けるパークになります。国が公共が運営しているパークになってまして、今日はそこに2泊、その近くに川が流れてるんですけど、その川が流れているそばのスポットを予約して、昨日泊まって今晩泊まって明日帰りますという週末旅行に来ています。そんで今からこのハーキークリークトレイルをみんなで行こうということになりまして、今
トレイルを、行くところです。疲れました。もう疲れたの？足がグワグ。ここでもう持ちたい。やりたい？オッケー、やっていいよ。こんにちは。こういうふうに歩くの？近くのこの山一帯が数年前に山火事になったんですよ。で、このパークはみんなで頑張って火を守ったそうなんだけど、このパークの外はまあしょうがないということで山火事になったんですね。なので山火事の跡がちょっと残ってます。ここからトレイルに入りますけど、わかりますかね？ここまでは木が守られてるんですけど、火事の跡はないんですけど、ここから数年前、2年ぐらい前なのかな、火事になって、もうご覧ください。木が全部燃えた跡になってますよね。山火事トレイルみたいな感じですよね。後で知ったのですが、この山火事は放火が原因だったそうで、犯人は後に逮捕されました。完全に鎮火するまでに約2週間を要し、最終的に53平方キロメートル、およそ東京都の大田区の広さもの土地が焼失したそうです。地域の住民7000人以上が避難を強いられましたが、幸い死者は出なかったそうです。すごいですね、この燃えた後、山火事の後ですね。ずーっと山火事の跡がある。でもその下には緑がね生えて、緑が生えて、次の新しい命を感じますね。山火事の跡ですよね。本当に炭になってますね。でも木自体はなんか生きてる気がしますね。どうなんだろう。すごいね、真っ黒。うわっ、強い。今日何これ。ここから行こう。わお。落ちないで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 。落ちるわけないでしょ。トレイルに来たみんなで、この川沿いのあるこの岩の上でこう記念撮影を撮ろうと、この川の反対側に渡ろうと今してます。今回のトレイルはかなり変わった風景の中を散策することになりました。山火事により枝葉が燃え、真っ黒になった幹だけが残る木々の姿はかなり痛々しい光景でした。一方、この映像からも少し伝わるかと思いますが、そうした燃えた木々の黒の色に対してもう一つの色が輝いています。そう、緑です。その山火事から2年、山火事直後はおそらくこの土地は辺り一面真っ黒になっていたことでしょう。まさに焦土と化した土地が2年の時を経て、今少し緑が戻りつつあります。聖書にこのような言葉があります。神は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。山火事はあっという間の出来事で多くの傷跡を残しましたが、回復には多くの年月がかかります。でも神様は時間をかけて確実にこの傷んだ土地を元の姿に戻されようとします。黒焦げになった木々の間から緑が見えるとき、新しい命と回復の力を感じました。聖書は全部で66巻の書物からなっているのですが、私の大好きな書の一つはネヘミヤ記です。ネヘミヤ記には壊れた町を再建する人々の姿が描写されています。そこには人々が熱心に町の再建に取り組み、同じ志を持つ者たちが集められ、力を合わせて町を再建していく物語が綴られています。私たちの人生に思いがけない出来事や失望、落胆が襲い、
心がまさに火事の後のようになってしまったとしても、今回のトレイルで見た回復の力、再建の力というものを信じていきたいなと思いました。あ、これパパ、これ映していい？カメラ。パパ。I don't think so. はい、今日はこんなぐらいにして、もしこの動画がいいなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あ、もうだい。3、4、5。まっすぐ。それ俺だよ。もうちょっと左。そう。気持ち悪い。ジョジョくんのガールフレンドです。カブラヨンバーガー。分厚いはい、カブラヨンバーガーです。ハニちゃん見えてるよ。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。皆さん超すごい手紙がわ最終日お昼、あっくんがあっくんキッチンやってます。たまるのか。また一回食べれる作るのでバイバイ。読んでる今。たくさんあるからね。いつもキッズプログラムありがとうね。いえもう本当にありがとうございます。すごいこれ。パパライオン見てるWe'll see you next year. Not next year. じゃあ今回はこのぐらいにします。グッドボタンもしなくちゃダメだよ。